格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。でもさ、いつもコーヒー飲みながらゲームやったりするけど、食べ物食べながらっていうのもいいよね。確かに。なるほど。なんかベタベタするのだと結構汚れちゃうから、なんだろうな、何がいいんだろうね。いつかちゃんなんかおすすめない？チョコレートの棒いやもうみたいな。絶対ベタベタするじゃん。溶かそうとしてんじゃん。チョコレートの棒です。ねえ、サンドイッチとかだったらよかったりするのかな。ああ、いいね。なんなんだろう。全員ぶっ飛ばすだけだ。ド派手に行くぞ。今夜は2対2のタッグを組んで対戦だ。今夜の格ゲー喫茶ハメジュンでプレイするのはブレイブルークロスタッグバトル。11月21日に新バージョンにアップデート。さらに新キャラクターも登場。絶対これ絶対。いらっしゃい。プロゲーマーのコウジさんとフェンリッチさんじゃないですか。何しに来たの？厄介な常連いた。まずはコウジ KOG 選手。エボ2018では4位入賞。そしてアークレボンワールドツアーランキングは年間1位に。e スポーツイベントのプロデュースも手掛けるプロゲーマーです。もう一人のお客様はフェンリッチ選手。マルチゲーマーとして名を馳せ、国内外の数々の大会で優勝するトッププレイヤー。努力に裏打ちされた華麗なコンボが持ち味の見せるプレイスタイルです。世界で戦うトッププレイヤー、その練習方法から伺いましょう。まあネット対戦がやっぱ最近は主流になってまして、あとは僕、基本的に友達と練習できるバーっていうのがあるんですけども、そこに行ってちょっとこれ試したいから練習付き合ってくれないとかいうので一緒にやる友達は5、6人いる感じで、あとはサイクロプスアスリートゲーミングさんが対戦場開いてくれてるので、そこにも乗り込んでいって「おーフェンリッチ倒すぞ」って感じで行ったりとかは。乗り込んで、あ、そうライバルチームだもんね、関西の。そうなんです。そうかそうか。でフェンリッチさんはネット対戦する時って人が集まるのが夜なので、昼間はそのトレーニングコンボの練習とか、キャラクターのその気になるところを調べて練習してから夜対戦してという繰り返しをしています。フェンリッチさんは関西の人なんですよね。はい、関西の。普段その家族と話してる時とかは、基本関西弁ですね。そうなんだ。いや、なんかこんな人が世界で優勝しまくってんだっていうギャップすごいんだよ。本当になんかものすごいこういう感じなので。こうやってやってるんだけど、ゲームやってる時は鬼のように強いの。本当ですか？鬼と神が今いるわけでしょ。そう。で神が妙に明るいしさ。人間が全然いないこの喫茶店。先日アメリカで開催されたアークシステムワークスが主催する世界ツアーの決勝大会アークレボアメリカ2019。そして来年1月のエボジャパン2020とビッグタイトルが続きますが、お二人の出場は？僕今世界ランキングポイント1位なんですよ。そのワールドツアーポイントの負けたら何もかもなくなります。いやまだ権利を持っていなくて、ブレイブルクロスタッグバトルの当日予選があるので、それを抜けたいと思っています。絶対抜けます。抜けると思う。抜けます。当日予選抜けてきそう。楽しみだな。楽しみです。エボジャパン2020にブレイブルクロスタッグバトルが選ばれたんですけど、参加するという意思は？いや、めちゃくちゃ楽しみですね。ビビタックは絶対に出るとは決めています。はい。フェンリッチさんはいかがですか？はい、出る予定です。出る予定ですが勝つ予定です。こうやってきてオーラがすごすぎて、うわー、こうなるとこの2人と一緒にブレイブルークロスタッグバトルやりてー。ちょっと僕ら初心者なんですけど一緒にやってもらってもいいですか？全然大丈夫ですよ。何でも教えます。やったー。ブレイブルー界の神と鬼、いきなりプロ選手同士の激突だ。コージ KOG とフェンリッチの豪華エキシビジョンマッチ、いざ勝負。お二人に意気込みの方を聞いていきたいと思います。じゃあまずフェンリッチさんお願いします。普段対戦会では浩二さんにやられているので、この場では勝ちたいと思います。それでは浩二さんもお願いします。
今年エボリューション2019という一番勝ちたい一番負けたくない大会で負けたいってフェンリッチさんやったんで、今日は勝ちたいですね。ワクワクです。各自この2キャラを操りバトルするわけですね。さあ始まりました。まず、機動力だったりリーチの長さっていう突進力で言うたら、このフェンリッチを使うミツル譲りシャペア十分なものがあるんですけど、始まってから5秒間ずっと殴り続けて、はい、このようにやはりアシストパートナーをうまく使って攻めていく。これはいわゆるバーストに対して対策をしましたね。対策を使うことで届いてなくちゃすごい。ここまではかなりフェンリッチペース。と中段出た。これミツルのジャンプをしかもバースト読んでまだ入る。おお出た、バーストを読んでまだ入る。ただ体力が多いのでまだワンチャンス狙っているでしょうか。この人からつないで一瞬でワレンシュタインを倒しきっていきました。こうなると苦しいのは工事 KOG、 残るはテイガだが、ここは入れ替わっているか、パー方向が分からないぞ。この連続技ゲージが2本溜まっておりますので、もうフィニッシュ何これ。本当に一瞬。よくあるんですよこれ。あるある。今のよし次々って感じの感じでしたね今の。1試合目を取ったのはフェンリッチ、見事でした。全く公式表示何もさせずにすごいよね。圧倒してきました。トークの感じと真逆な展開になったね。2試合目が始まります。ここはいきなり始まる。なんかえらいこと起きてるのは分かるぞ。だって画面上にでかいの2人いるもん。画面に橋へと叩きつけてワレンシュタインのコンボが決まっていきます。さらに起き上がる、攻めていくテイガーを呼んで、しかしここは無敵技、いわゆるリバーサルアクションで切り返してきました。さらに今度は挟み込んで強烈な攻めを展開していくのはフェンリッチ。そして下段で崩していく譲り派のコンボがスタート。はい、なんかすごい中間距離で殴ってるだけなんだけど、そういうコンボなんだよね。もうわけわかんない。ここはお、投げて切り返した。投げで返していきました。無敵時間を使った。そしてテイガーにチェンジしつつ攻め込んでいきますが、相打ち。ここはホットフィルキーなんとかジャンプするが、後ろの譲り派がそのジャンプしたテイガーを捉えている。さらに譲り派を出して中段攻撃をなんとかガード、読みでうまくガードしましたが、まだ攻めが続くのがこのブレイブルプロタックバトル。バースト、ここはガードしたが体力差ほとんどない。ゲージはある。ここでミツルのコンボが決まった。デンジャーゾーン入ってる。ゲージも4本あるぞ。トスババカも2人で使ってコンボを決めて倒しきっていきます。残るはテイが1人。さらにここから苦しい攻め。おっとメジか。パートナーをうまく使いながらさらにフェンリッチが攻める。ガードした中段だが、まだミツルよりここでパワーアップ状態、レゾナンスブレードを発動したんですが、乗っけて、これは決まるのか。残り時間がゲージが1本しかありません。どうだ、すごいことになっている。あ、まだ生きてんの。なんと残った。逆この目の一撃、すごいコンボ。勝者フェンリッチ。うわー、すごい。早っ。もう一回ダメ？むしろ俺もう一回見たいけどな。見たいです。早いもんね。うん。もう一回、もう泣きの一試合。待って、コウジさん、泣きの一試合をするときはお願いするのが筋でしょ。お願いします。これ勝ったら100億勝でお願いします。よろしくお願いします。いや、いいんだ。ということで勝てば100億賞の大逆転、泣きの再戦です。果たしてどんな結末が待っているのか。じゃあもう一試合見せてもらいましょう。はい。ごっつい男より綺麗なお姉さんが強いみたいな状況がずっと。普通からテイガーに切り替えてきます。お、なんかそう。攻めからこのように後ろのワレンシュタインを攻撃させながら投げ合わせ。これはいわゆるハッピーバースデーがされたら2人に攻撃をこう当てることをですね、ハッピーバースデーって言うんですけど、なぜそれのその語源を解説するとこの試合が終わるんです。こ
ということでそのままここはバーストしていますが、おっとなんとか一見流れて投げを決めていくのはワレンシュタイン出てきた。そして空中拾っている。だがここはうまくチェンジでやり過ごしました。投げ読みのジャンプに当たったのね。そして体力の多い譲り派を出すがどうだ。お互いに決まっている。譲り派対ワレンシュタインの形になった。体力差はかなりついているぞ。ワレンシュタインの非常に体力が多いんですけれども、もう体力が残りわずかになってきています。上からの攻めにもちあっとなんでいる。何かが起きるんだよ。倒しきっていけるか。十分なダメージで素晴らしい。念願かなっての2対1の状況。そしてこれをどうだ。挟み込んでさらに攻め。2人が残っている攻撃用事ですが、ここでワレンシュタインがダウン。そしてレゾナンスブレイズ強化状態どういうふうになると使える。これを使ってあれ今度は逆襲コンボを決めて画面の端に位置を入れ替えるが、ここでジャンプで投げを返した。あ、ドキドキする。コンボを決めていくのは今度はフェンリッチ。まだこれはでも生きてそうじゃない？決めます。残っている。ジャンプ。今までで一番ドキドキするこれ。超必殺技も使えるスパイですが、うおー、すげえ。ありがとうございました。フェンリッチ。いやこれはすごかった。0勝100億2敗で。はい、それでは戦いを終えての感想を伺っていきたいと思います。まず光月おじさんいかがでしたか？きつかったですね。きつかった。きつかったそうね。だった。はい本当に。なんか何がポイントだったんですか？ずっと触られてて、うわークソ嫌だな、押し返せない、そのまま倒しきられるっていう状況ずっと続いてましたね。それではフェンリッチさんいかがでしたか？その自分の使ってるチームが浩二さんのチームに対してその本当に有利で、立ち回りでこちらがそのミスらない限り相手側がその近づけないってぐらいその立ち回りがこちらが有利で、なるほど。その立ち回りがその今回ちょうど噛み合って近づかれる前に戦えていたんですが、最後の試合はその立ち回り有利さを無視してしっかりその浩一さん自身の強さで捕まえられたので、キャラの有利不利って関係ないんだなと思いました。いや関係あるの？圧倒的やったよ。でも強かった。そして浩二さんがさ、でもキャラの不利もひっくり返すほど投げ当てた時は燃えたね。いい試合を見せてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。一味違う格ゲーブレイブルークロスタックバトル、いつかと歌広場のための初心者講座。まずはいつかキャラ選びの癖がすごいんですよね。いつかちゃん魅力的なキャラクターいるよ。このミカちゃん可愛くない？可愛いですね。やっぱキャラクターがかっこいいとか可愛いとかってテンション上がるよね。でもとりあえず私はあなたはおかしい。こいつをあなたはおかしい。はい。このゲーム2キャラ選ばないとそうなんですよ開始しね。ないんで、もう1キャラ。もう1キャラあ、なんかいいじゃん。決まってるんですよね。も決まってんの？うこれです。なんで？割りおやっぱそっちが。2人いるのに2人とも方向性同じじゃん。これです。マジか。一方歌広場はラグナザ・ブラッドエッジと鳴上優ともにイケメンだ。では基本操作から。攻撃は A ボタンが弱、 B ボタンが強、そして C ボタンがクラッシュ攻撃と3種類。クラッシュ攻撃の時のド派手な演出はマジで見もの。そしてこのゲームならではの操作方法がアシストを呼ぶボタンがありまして、R1 がその後ろに控えている仲間を呼んで攻撃するという。仲間がしかも攻撃もボタンによって変わるんだ。ボタンによって変わる。レバーによって変わります。レバーレバーを入れずにやるニュートラルアシストと、前を押しながらと後ろを押しながらの3通りがあります。なるほど。基本的にどれ出してもめちゃくちゃ強いと思ってください。めちゃくちゃ強い。これめちゃくちゃ強いです。R1 ボタンと方向レバーの向きによってさまざまなアシスト攻撃が発動。相手に深刻なダメージを与えるのだ。最後にこのゲームの最大の魅力の一つ、コンボ攻撃。操作は意外とシンプルです。 A ボタン一番左上の四角ボタンですね。それをいわゆる連打したらコンボになります。やってみて。はい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 。なるほどね。こっちは。これは全キャラそうです。
なんか出てきた。はいしかも減るんだ。で、じゃあ歌ひろさんテク入れたい場合は、エレン3段目ぐらいですね、A の後に竜巻 B みたいな感じでやってみてください。待って。はい、その竜巻のスライディングがつながります。そう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 。なるほどこうやってテク入れたい時はそういう感じ。分かった、もう読めてきた。そう、あ、そう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 。いきなりできた。ハム変だって今のね。はい。分かった。はいこれもつながるのね。はい、そうつながるつながる。で、適当にアシストで、そうそうそう分かった。一通り操作方法を学んだところでやるしかないでしょう。いつかと歌広場初心者同士の対決です。始まりました。はい、まず交代。よし。あ、違う。はい。違う。3段。3。圧倒的にリーチが短い。はい。こっちだよ、そっちだよ、さあ、バースト俺かっこいい。46ヒットの奇跡。一人やられるともうかなりきつい。一人やられるところにきついです。あー、なるほど。そう。強化。何がこれ何もね、ゲージいっぱい溜まるよ。必殺技出し放題だよ。必殺技出せない。いや、連れてって。怖い。何が行われてるの？だけです。怖い。必殺技名チュアデルーベン。おい。いいよ。こっから1対1は熱いよ。1対1は超熱い。この捕まってくれ。捕まって。何これ一気に出てきて絶対勝ちたい。絶対うまい。あ、いけるいける。いや、落ち着け、話し合おうよ。切なさい。残念だ。じゃあその戦ってみて感想いかがでしたか？画面ではこんな派手なこと起こってんのに超シンプルなんだよね。確かに。っていうか、ちょっと申し訳ないけど、強い技キャーキャー言いながら出すだけで楽しかった。本当に。いや、しかもかっこいいしね。いつかちゃんどうだった？なんか悔しさのあまり覚えてないんですけど、でもめっちゃシンプルにかっこよかったです。入れ替わりも楽しいですし、ブラーンあとバーンもかっこよかった。楽しかったです。10月に開催された鉄拳7の大会、東京鉄拳マスターズ2019。およそ8ヶ月にわたり世界各地で行われる鉄拳ワールドツアー、そのマスター大会に位置づけられています。トーナメントには日本はもちろん韓国、パキスタン、フィリピンなど世界28カ国からエントリー。会場は国際大会ならではの雰囲気に。 이미 DWT 포인트는 충분하지만 강한 선수들이 많이 나오기 때문에 참여했습니다. いや楽しいですよ本当に。やっぱりなんだろう、230人参加してる中で100名以上外国人らしいので、なんか鉄拳もグローバル化進んですごい嬉しいです。12月にタイで行われる世界決勝大会に向け、トッププロ選手同士がぶつかり合う非常にハイレベルな戦いとなりました。伸びがレイジ、うわー、さばいている。やりやがった。うわー、スネークインに刺さってしまった。これは10代の新世代対決はフィリピンの AK に軍配。現に襲いかかりましたね。 I feel relieved and great because it was a hard match yet I became successful. 過去2回の大会では韓国選手が優勝。しかし今回はトップ8を前にして韓国勢が全て敗退するという予想外の事態に。その中で驚異的な強さを見せたのがパキスタンのアワイス・ハニー選手とアティフ・バット選手。2人の主要キャラクターは豪気。従来のセオリーにはない戦い方に強豪プレイヤーが続々と敗北。その強さの秘密とは。
鉄拳って結構最速行動が強かったりするんですけど、それをケアとかしてるのにそのもうワンテンポをクラッしたりとかっていう駆け引きがすごくうまくて、頭が回ってない感じですね。その展開についていけない。豪輝自体は強いんですけど、その理論値じゃないですけど、そこまで持ってくるのが今まで日本とか世界中もそんないなかったんですけど、あの2人はしっかりそういったところを使いこなしてるんで、本当すごいと思います。日本人選手で最後まで勝ち残ったのはチクリン選手。パキスタンでの武者修行を行うなどしっかり対策を練ってきました。まだあるか、どうする、マジかよ、押し込んだ、実施のしゃがみ今。パキスタンのアワイス・ハニー選手から1ゲームを奪い善戦しますが、最後は押し切られ無念の敗退。勝ったのはアワイス・ハニー選手。そして決勝は強豪選手を全てなぎ倒してきたパキスタン選手同士の対決に、これまでの鉄拳の歴史を塗り替えるような大会となりました。もちろん試合は豪輝 VS 豪輝、高度なコンボ、リスク管理、反応速度などプロ選手までもが衝撃を受けるような戦いを見せる2人。ただただ圧倒されます。めっちゃいるめっちゃいる。これ試合が終わった笑うしかないでしょう。両者一歩も引かず2対2、勝負はフルセットフルラウンドへ。体操の外からやはり大足でゲージがおっと警戒、しかもゲージが溜まるぞ。優勝近いかデューバット。下段空熱あるが下段が2本ダメージ重視。中段だ。優勝はアティフバット選手。見事接戦を制しました。アワイサニーを捉えた。Yeah, it's really good. Very difficult and feel very excited to play. मैं यही चाहता हूँ कि मैं टेकन में और नाम लूँ। 頑張った順位かなとは思うんですけど、ファイナルに向けて頑張っていければなと思います。少しでも順位が上に上がるようにって思って勝ちたいっていう気持ちで精一杯でした。ファイナルに向けて進んでいい結果を出せたらいいと思っています。パキスタン勢の強さを目の当たりにした選手たち。世界決勝大会での巻き返しに期待です。どうでしたっけ、ブレイブルクロスタックバトル。今回初めてやったんですけど、昨今のねコンプライアンス重視のこう風潮の真反対を言ってましたね。パワハラ上等なゲームだと思いました。押し付け合いが超すごかったね。パワハラ上等。本当に2キャラ使うの本当にすごい新鮮で楽しくって、何より私の好みのキャラがいて幸せでした。いた、確かにいた。そして、お客様2人にも聞いていきたいです。どうでしたか今日は。まずフェンリッツさんから。普段緊張してあまり話すことができないのですが、はい、その皆さん優しくしていただいて楽しく話すことができました。なんだったらめっちゃ面白かったよ。最近職場でも浩二さんめっちゃ成長して優しくなりましたねって言ったんで、やっぱりパワハラ力足りてないなと思ってるんで、これからは職場でもっと怒っていけば格ゲー強くなれるのかなと思っています。そういうことじゃない。ゲームの中だけでしょうね、パワハラは。ということで、今宵の格ゲー喫茶ハメジングのお客様はフェンリッツさんと、そして浩二 KOG さんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週の格ゲー喫茶ハメジュンはサムライスピリッツ。スコア選手、コーチ選手がご来店。お見逃しなく。